朝7時。今日もどうしようもなく快晴。日の光と書いて日光。日光の奥座敷と言われる日光湯本の朝はまだ空気が冷たいが、陽光は紛れもなく4月の春の日差しであり、日向は冷気がそれほど苦にならない。日光湯本の源泉は1200年以上前の奈良時代、766年に日光を開山した正道上人によって788年に発見されたと伝えられている。2022年は開湯1234年にあたる。この先の温泉寺、正式名称日光山温泉寺は世界遺産の日光山輪王寺の別院である。日帰り温泉としても立ち寄ることができる。12月頃から4月初めの冬季は休止しているが、この日から入浴が可能であるらしい。ここから木道で源泉のある湯の平湿原に行くことができる。ここは標高がほぼ1500メートルなので、夜には気温がぐんぐん下がり、4月でも夜半過ぎには気温は零下になるとみられ、木道の表面は日に当たっていない部分に霜が残っている。通常であれば修学旅行や観光ツアーで誰かしらいるものなのだが、4月初めはまだシーズンオフというのと、早朝ということもあり誰もいない。源泉のこの硫黄臭は私が独り占めということだ。何でも日光湯本温泉は全国で4番目の濃さを誇る硫黄泉なのだそうである。泉質は硫黄、カルシウム、ナトリウム、硫酸塩、泉温は 71.4 度。源泉の色は薄いエメラルドグリーンだが、水を加えると乳白色になるという。いわば温泉パスティスと言えよう。この源泉は日光湯本の旅館やホテルの源泉であるだけでなく、光徳や中禅寺湖の温泉へはここから引き湯している。左に日光湯本の源泉が引き湯されているという光徳が見える。さらに進むと、金谷ホテルなどの中禅寺湖湖畔のホテルや、華厳の滝近くの旅館などにも引き湯で温泉が供給されている。自治体として日光という時は、2006年市町村合併で誕生した関東最大面積市のことを指す。
市役所本庁がずっと麓の旧今市市役所にある。しかし、観光地としての日光は、JR 東日本日光駅と東武鉄道日光駅、東照宮の参道エリアを指す。世界遺産に登録されている日光社寺とは、東照宮、日光二良山神社本社、そして輪王寺の二社一寺、二つの神社、一つの寺のことである。この輪王寺の別院が先ほどの温泉寺である。観光業界が言う奥日光というのは、いろは坂、華厳の滝、中禅寺湖を含めたエリアを指していることが多い。標高1300メートルエリアである。一般的には、奥日光というと、竜頭の滝より奥ということになる。標高1400メートルエリアで、日光戦場ヶ原などが含まれる。そして、日光の奥座敷、日光湯本は、湯滝のさらに奥、標高1500メートルの湯の湖のエリアのことである。ウィキペディアでは、講義の奥日光は中禅寺湖エリアを含み、競技の奥日光は中禅寺湖エリアのさらに奥を奥日光という、と定義している。湯の湖一周ハイキングコースは冬季閉鎖で通れないので、インフレータブルカヤックで対岸まで行ってみよう。釣りをしないので全くわからないが、70センチはあろうかという名前のわからない魚がいた。この橋は湯の湖一周コースの一部で、下をくぐってはいけない。この先は湯滝が待ち構えており、落差70メートルを真っ逆さまということになる。
ポットに入れてきたコーヒーでまったりとしよう。湖中央部は波が少し立っている。風の通り道があるに違いない。湖の中央の南風をうまく使って帰ることにしよう。日光湯本ビジターセンター。ビジターセンターオタクにとって外すことはできない。焚き木ストーブにしては焚き木がくべられていないのに炎がきれいに出ていて暖かい。ペレットストーブだそうだ。3D 地形モデルとか熊の最新目撃情報を得るためにビジターセンターがあれば必ず立ち寄り情報収集すべきだと思う。3月半ばの地震による雪崩情報があった。出会ってしまう可能性のある動物はツキノワグマ、キツネ、オオタカ、アナグマ、鹿といったところか。鹿よけの超音波装置をオンにしてみよう。音が聞こえたら鹿の仲間ということになるが、馬鹿の仲間であることはすでに確定している。毎回レトルトカレーというのも芸がないので、今回はうなぎの赤ワイン煮でいこう。出来上がりのイメージはこんな感じである。それでは取り掛かろう。だが、うなぎのかば焼きのレトルトを使うので、レトルトの呪縛からは逃れられないのである。かっこ笑い。ここで赤ワイン投入。
本当は山椒の方がいいのだが、ひとまず胡椒する。追いワインでワインソース風味を補う。バター少々でコクを出す。出来上がりだ。天才か。この中で知っていたのはカシオペア座と北極星と北斗七星だけだったが、今回星空に向き合ってかなり覚えることができた。1年後にはもっと覚えていられるようにするつもりだ。ご視聴ありがとうございました。面白いと感じていただけたら、よろしければチャンネル登録、そしていいねボタンを押していただくと動画作成の励みになります。